I'm a rich man ということで、エスパが9月5日にリッチマンでカムバックしました。リッチマンはザ・シックスミニアルバムリッチマンのタイトル曲です。はい。エスパの前作は6月27日にリリースしたザ・ファーストシングルダーティーワークで、2ヶ月ぶりというエスパ史上最短のカムバックとなりました。今回のカムバックでは、タイトル曲リッチマンがバンドサウンドであることから、ハードロック、ヘビーメタルなビジュアルが、コンセプトになっていて、一番最初のプロモーションとなったイントロムービーというかイントロ映像でもギブソンのフライング V がモチーフとなっているビジュアルで、エスパのロゴをフライング V 風にアレンジしたというか、ロック少年だった我々的にも胸熱なデザインコンセプトとなってましてまさかエスパがフライング V、でそのデザインでは I am enough as I am I am a rich man 今のままの私で十分私こそがリッチマンよという、スローガンが各所にあしらわれています、また25日に公開されたリッチマントレーラーI am a rich man では、俳優のクギョファンと、映画監督のイ・オクソプと、タッグを組んで、なんだかわからんがかっこいいなんだかわからんがすごそうだという、困惑しつつも称賛を浴びるという、筋肉マンみたいなリアクションをSNS でもらってまして、それで話題となってました。このなんだかわからんっていうのは多分モチーフオマージュ元を知らないからだと思うんですけど、これはだから多分というか、前編通してかはわかんないんですけど、主にビックリボースキーが元ネタっていうのを、知らないからかなと思います。このねボーリングのあれをキュッキュッキュッってやるやつ、ウィンターがそのボーリングの球を磨いてるところが特に象徴的っていうところで確定かなっていう感じもするんですけど、ビックリボースキーは、コーエン兄弟のナンセンスコメディ映画で、内容としては同姓同名の大金持ちと間違えられて誘拐事件に巻き込まれた男をめぐる、騒動を描いた話なんですよね。それぞれがニンニンが中国語で喋って内永さんが日本語で喋って他の2人が韓国語で喋るみたいな反物的な世界観とか、会話の噛み合わなさとかも含めてちょっと不思議な空気感は元ネタ自体このコーエン兄弟のビックリボースキーもこういう感じだからことでもあります。でまた今回のタイトル曲「リッチマン」はアメリカの歌手で、元祖ポップアイコンとしても知られるシェールの有名なインタビュー、で、お母さんがリッチな男性と結婚しなさいっていう母親の助言に対して私がそのリッチマンそのものよっていうのを答えたっていう有名なエピソードがあって、それが元ネタになっていて、MV の冒頭もそれのサンプリングというか引用から始まります、エスパのメンバーがそれを喋ってるっていうことがあって、エスパの前作のそのダーティーワークは直訳的な意味では汚れ仕事なんですけど、そこからスラング的な裏稼業っていう意味合いも描いて、だからイリーガルな一攫千金、ハッスル的なというかものを描いてまして、だからそのトレーラーで身代金目的の誘拐事件を描いて今回のリッチマンにつなげるという流れを作ってるっていうことなんですね。そのダーティーワークともリッチマンともお金、成金、メイクマネーみたいなのがテーマとしてつながってるってことをこのトレーラーで間をつなげている。ダーティーワーク自体はお金を手に入れるためには何でもやるよっていうそういう無法さとか自由さみたいなのを描いてて、それが巻き起こす功罪というか贖罪というかさ、それに巻き込まれるみたいなところを描いててリッチマンとして復活するみたいなのがプロモーションの全体の流れとしてあるっていう。すごく映画的なアプローチ。そうだからカムバック期間が2ヶ月っていう短いのも一つの物語として見せてるからっていうこともあるかなと思います。でそれを表す一つの事例としては前作前々作要するにダーティーワークとビップラッシュがアメリカのファーストフルアルバムの収録予定の曲だったっていう話をそれぞれの動画の時にしたと思うんですけど、今回のアルバムの収録曲であるドリフトも同じアルバムに収録予定だった曲なんですよ。だから頓挫したアメリカのファーストフルアルバムの派生でカムバックをそれぞれ形取ってるっていうことになります。怪我の巧妙か、不幸中の幸いか、そんなこんなで我々は新たなエスパという成長を見れてるということになります。順調にというか予定通りアメリカデビューしてたらこういう感じのペースとかこういう感じの見せ方っていうのは見れなかったってことでもあるので、確かに頓挫したことでこういうバリエーションのある新しいエスパっていうのが見れてるっていうのが、裏事情と表事情との間の相関図というかかなと思います。我々的には棚からボタン持ち的なね、だからイメージ的にアメリカンドラマというか映画的なアプローチになってるのも元がそれだからっていう、トレーラーにも通ずるというか、トレーラーのそのナンセンス感も元がそれだから、で今回のカンバー含めたアメリカ的なアプローチが多いのも元がアメリカのフルアルバムだから、ところに通ずる、納得度と言えるんじゃないかなと思います。そんなアメリカンドリームの派生タイトル曲リッチマンは、耳を魅了する荒々しいエレキギターサウンドがポイントのダンス曲で、
中毒性のあるトップラインと多様に展開されるバンドサウンドがメンバーたちの個性的なボーカルと調和し、圧倒的なエネルギーを伝えると説明されてまして、で、作曲と編曲には、俺たちのリッチマンこと、ダイアン・チョンが参加しています。ついに俺たちのからリッチマンが加わったんだよ。そう、だからアイブのとこからいなくなったなと思いきや、どっこいエスパで生きてましたっていうね。しぶというのか。しぶといなーっていう。で、バンドサウンドではあるんですけど、やっぱりダンス曲になってまして、ダンスはエスパの売りの一つとも言えるんですけど、スーパージゼルタイムとか最近も話題になってましたけど、その振り付けは最近タレント化も加速しているという、リージョン・リーが、全体の振り付けを手掛けている。参加してるだけじゃなくてね、チェンさんがオープニングでやってた拍手とかも、リージョン・リー考案っていうことだとは思いますけど、ミュージックビデオはド派手な感じで、なんだかわからんがかっこいいっていう、それだと同じ感想が聞こえてきそうな、インパクトとごちゃ混ぜ感がすごいんですけど、こちらはアルマゲドンを撮ったユン・スンリム監督が務めてまして、インパクトのある映像といえば的な抜擢というか起用となってるのかなと思います。派手な映像を撮りたいならユン・スンリムさんに依頼しようっていうのがエスパ的なというかワンプロダクション的な考えなのかなとは思いますけど。いや、アルマゲドンからさらに拍車かかってるけどね。ということで金持ちというラップスターでしか許されないエンパワーメントで高速完売したセーマーガールズの新曲リッチマンはいかがでしたか？本当にまた来たみたいな感じだったよ。で、もしかしたら曲自体はそこまでインパクトがあるものじゃないのかなと思ったんだけど、ちょっとさ、MV がすごすぎてさ。俺も曲はね、MV とは結構ギャップがあるシンプルさだなと思った。そう、だから、MV の強烈さで曲自体がこう上乗せされてるというか、だから本当にエスパじゃない誰かがこの曲を歌ってたとしても、大したインパクトはなかったと思うんだよ。なんかダーティーワークと同じような。そう。いや、それがだから結論になっちゃうんだけど、まず MV ですよ。もうさ、冒頭のさ、ピックの代わりになってるの何あれでって聞くと、お札だと思う。お札なのかな？それ以外でもないよね。でも、とりあえず、冒頭のシーンから、キュッキュッっていうやつ。もう、センスめちゃくちゃかっこいいと思って。車が走り出す時。そう。多分ウィンター。そう。かと思ったらさ、もうハンドルガーって切ったと思ったらさ、カリナが転げ出てくるっていうさ、勢い。もうだから前編さ、言ってしまえば、ちょっとマッドマックスフューリーロードだなみたいなさ。どうなんでしょうね。別にテイストとかは違うけど、ちょっとロック調っていうところもあるし、もう勢いだよ勢い。で、だってMV の意味わかんないじゃん。でもわかんないというか、俺はそういうことだなって納得してる部分はあるけど。俺はね、結局ね、何回も見たけど、結局なんだっていう風になったんだけど、でもそんなところはいいんだよっていうところで、とにかくもう MV の、もう何カットあるんだよっていうぐらいの。細かいよね、カット数が。すげえカット数もそうだし、ビジュアルで言えば、最近さ、内永とニンニンのビジュアルがどんどん良くなってきてるなっていう話をよくするんだけどさ、今回はね、やっぱカリナとウィンターだったね。ちょっとね、強烈すぎた。そう、俺はでも今回はバランス良かったなっていうのは。っていうかダーティーワークぐらいからだんだんバランスがというか、平均化してってるなっていう印象は俺はあるけど。だからね、内永ニンニンが弱かったとかっていうわけじゃなくて、俺にぶっ刺さるところがカリナとウィンターに多くて、まずウィンターがさ、途中でさ、車を支えてるじゃん。プル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 ってなるじゃん。俺時点で、もう十分ですみたいな。シーンと表情、たまんなかったし、終盤でさ、運転して爆走しながら鼻血出してるやつ。シーンもうちょっとちゃんと長く使えよう結構見どころじゃんと思って。なんで鼻血出るのか、スピード出しすぎて鼻血出ちゃった。そうっていうところもあるし、カリナのさ、モンスタートラックがバーンってジャンプした時のさ、眉間に幸せたしかめっ面、超いいな。前髪切ってて、そういう表情が見えやすい髪型になってる。かと思ったらさ、牧場かなんかのシーンでさ、センターに、だからニンニンがブイブイ言わせている時にさ、後ろの方でさ、リンゴかなんかにもこうもてあそんでるジャグリングでしょ。そう。なんかビハインドでもあれやってたね。あれリンゴ。なんか後ろの方に木が映ってたからリンゴかなと思ったんだけどさ。おもちゃのリンゴだと思うけど、多分そのカリナが遊んでたのを見て、もしかしたら監督が、面白いから使おうってなったのかもしれないけど。でさ、その後にさ、どっかから投げられたシーンをさ、撮れなくてあわあわしてるとかさ、あんな可愛いシーンがさ、後ろにちょろっと映ってたりとかしてさ、かと思ったらその後のさ、その同じ牧場でさ、牧場ラップですよ。あのラップいいよ。めちゃくちゃかっこいい。振りもかっこいいし。なんかラップもだからジゼルパートかな、ちょっとスペイン語っぽく聞こえるみたいな言い方をしてたりして、2人のカラーの違いが出てて、すげえ俺はラップ馴染んでるけどすごく際立ってていいなっていう印象があるけど、カリナ打ちながらいいんでしょ。あそこめちゃめちゃいいよ。そうだからそういうビジュアルでグッとくるところがたくさんあって、やっぱカリナとウィンターすごいなってもう
毎回思うけど、改めて思ったっていうのもあるし、まあ MV に尽きるかなって俺は思っちゃうかな。あの凄さ。だから、曲のこと話したじゃん。そのダーティーワークと同じような感想じゃんって言ったんだけどさ。だから、どんな曲を持ってきても、多分もうエスパーやったらエスパーになるんだなっていうのを再確認というか、だから見方を変えると絶対こけないじゃんみたいな。まあそれはそうなんじゃない。そうだからエスパーのビジュアルもそうだし、やっぱり4人の声だったりとかさ、スキルだったりとかさ、ダンスでもうそれが何倍にも増幅されちゃうから、曲単体でだけで聞いたらそうでもないなって思ったとしても、多分そんなことはもうエスパーがやる限りありえないんだなと思って。だからもう本当に最初もう見た時にすごいみたいな。言うことないわ、どうしようっていうぐらい、ちょっとびっくりした。っていう、アホみたいな感想なので。いや、続いてますけど、アホみたいな感想。もうだからさ、次々とそういうのがさ、まあ、エスパに限らず出てくるからさ、もうだんだんもう語彙力がさ、もう、ただでさえないのにさ、大変ですよ、ひねり出すのに。こんなの出されたら。っていうぐらい、まあ、とにかくすごかった。まあ、曲に関してはダーティーワークも賛否は結構あったの。ハマった人はすごいハマったけど、私はピンとこなかったっていうのが今までのエスパーの曲の中では俺はピというかあんまりビビッときてないなっていう意見をしてる人が結構多く散見されたというか、でこれはビップラッシュの時はあんなに尖ってる曲なのに見られなかったっていうところと、この文脈から考えるとやっぱりアルバム収録曲とタイトル曲として考えられてたところのインパクトの違いっていうのはあるし、今回の曲もエスパー以外がって思うところはやっぱりアルバム収録曲だからっていうところは少しあるのかなっていうのは思ったんだよね。もともとメインタイトル曲として考えられてた曲のパワーと収録曲の一つとして考えられてた曲のパワーっていうところの差は出てるし、まあそれをカバーするための見せ方っていうのは MV の派手さっていうところで、まあ、前回の大量のエキストラを投入したりっていうところでのCG じゃないですね。そうだからそこはやっぱり SM とワンプロダクションがその少しおとなしい曲を派手に見せるにはどうしたらいいのかっていうことを考えた時にやっぱ MV 派手にするしかないんじゃないっていうところはあったのかなと。物量作戦ね。でまあ MV がよくわかんないっていう話をしてたと思うんだけど、まあストーリーは正直わかんないっていうものになってるとは思うんだけど、オープニングはさ、まあ、歴代の大統領が岸壁に掘られた有名な場所というか、アメリカのあれね、マウントラッシュモア風なところから始まって、まあ、それがオープニングにもエンディングにもなってるっていうところがあって、でウィンターが乗ってるところがまあ代表的だけど、アメリカの人気モータースポーツの一つモンスタートラックと、まあ、同じくアメリカの4大スポーツの一つアメリカンフットボールをまあ混ぜ合わせたような世界で、というかまあアメリカンフットボールの方はどちらかっていうとランジェリーフットボールって知ってる？知らない。まあ、X ゲームって言われてるのが正式タイトルの7人制の女性のアメフトのプロリーグがあるんだよ。でまあそれがセクシーとそういうスポーツのバチバチみたいなのがミックスされて、まあアメリカですっごい人気あるんだよ。まあそのほぼ下着みたいな格好でアメフトをさせるっていう、まあその男尊女卑的な部分もまあ多少あるんだろうけど、まあアメリカっぽいっちゃアメリカっぽいじゃん。俺はそういうところアメリカ本当すごいと思うわ。それをエンタメにすんのが。まあモンスタートラックもさ、モータースポーツなんだけど、車がどうかっていうよりも車がバンバン跳ねたり飛んだりするのが楽しいから、でっかいやつよね。そう。っていうまあアメリカらしい二大スポーツ、別ジャンルの二大スポーツを掛け合わせた世界観があって、牧場のシーンというか、まあそのリンゴをもてあそぶみたいなシーンとかが、一応まあメインパートとも言えるのか、そこにこう移動するっていう、まあ2つのシーンがあるじゃん。あれって多分セントラルアメリカ、要するにテキサスとかの中央アメリカの感じ、牧場地帯のを多分イメージしてるの。だからあれでアメリカ全土みたいなのを表してて、でプラス、まあ、エリちゃんの愛犬であるクーパーみたいな犬が、まあ、アメフトの帽子っていうかネットかぶって出てきたりとか、まあ、ウィップラッシュよろしくのドローンが出てきて、そこにこうボールを当てるみたいなシーン、タッチダウンに向けてのスローインが当たるみたいなシーンがあってっていうことを考えると、まあ、このごちゃ混ぜ感とこのある種安易なアメリカをミックスさせたやり方で、これ何なのかなと思って、まあ、ストーリーはさっきも言った通りよくわからんっていう感じもあるんだけど、既視感が俺はあったのよ。ホットメスです。なるほど。そっちか。アメリカ版ホットメスですか。そう。なるほど。あれもさ、日本カルチャーの、ちょっと浅いっちゃ浅いけど、外国人から見た日本の面白いところ詰め合わせ。だからあれが韓国人から見たアメリカカルチャーの詰め合わせなんだよ。すごい腑に落ちた感がある。だからインパクトはもちろん、ごちゃごちゃ感とスピード感って当然あるんだけど、
SM なのかワンプロダクションが見たその海外のにアプローチする時のうちのエスパたちの見せ方はこれでいいですよねっていうやり方としてまあ共通項があるかなと思って。あえてあれをやったってことか。まああれしかできない可能性もあるんだからあんだけのことやってて超大型スケール化っていうのはそこまで感じないみたいなのはスタジオで無理やりそれを作ってるからみたいなところはちょっとあるのかなと思うけど、だから MV に関してはそういう感じかなとは思うんだけど、曲に関しては歌詞がさ、まあ I'm a rich man、私はリッチマン、I'm a carry myself、私は私を牽引するしか言ってないっていうかてかそれがすっごい多いんだよね。だからそれがまあ曲がシンプルに聞こえる理由なんだけど、だから要するにそういうシンプルな単純な歌詞でサウンド的にはまあクラシカルというか伝統的な SM のロックサウンド。だからそれでちょっといなたいイメージというか、そのシンプルな感じがステレオタイプなアメリカの MV の描写とマッチしてるっていうことなんだと思うんだけど、だからそれが曲として少しシンプルに感じる理由ではあるとは思うんだけど。だからあれさ、カット数めちゃめちゃ多くしてるのもさ、要はさ、起伏がそんなにないというかさ、同じパートの繰り返しやん。そういう効果になっちゃってる部分はあるよね。そう、だからそのカット数の多さでカバーしてるっていう感じなのかなって今ふと思った。だからそのもっと新しい目線とかがあったら緩急をつければいいと思う、それこそ鼻血のシーンをゆっくり見せたりとか、投げるボールのシーンをもっとスローモーションで見せたりとか、そうだからそれをやりすぎてるから少しこう全体的にも少し平たい感じが出ちゃってるのは、曲だけのせいじゃない。 MV も派手に作ってるんだけど同じテンポでハイスピードで流してるから少しそういう印象っていうか、だからそれが曲に合わせたっていうことの答えなのかもしれないけど、そういう印象になってるのはそういう部分もあるかなと思ったんだよね。すごい悪い意味ではないっていうか、そこまでのマイナスじゃないんだけど、ちょっとね、ランニングタイムよりね、少し長く感じるんだよね。だからまあこれがどう受け取られるのかなっていうところはあるとは思うんだけど、ただ要するにリッチマン、お金持ちになるっていうのがまあタイトルにもなってるし、それを主に言ってる曲なんだけど、曲の最後の方で「Don't need the money」、お金はいらないっていう歌詞が出てでそれがまあ矛盾してるというか反発してる歌詞でもあるんだけど、で最初に紹介した通り今のままの私で十分、私こそがリッチマンよっていう、まあ、スローガンが掲げられてて、まあこれさエスパ自体が絶対お金持ちっていう認識が我々にあるから当然ちょっとブレちゃうんだけど、まあね、歌詞としては要するに自分自身っていう豊かさを持ってるのは最高にリッチマンだよねっていうことをまあ歌ってるんだよね。まあサビも筆頭にというか、物欲とかそういうことじゃないよっていう。そうだからこの冒頭に引用されてるシェールの有名なインタビューが引用されたのも、まあ、時代的な背景も当然あるんだけど、この発言自体が従来のリッチマンっていうものがお金持ちの男性っていうイメージが既存のものとしてあるってことなんだ。なるほど。そうだからそれの価値観を否定したもの、ジェンダーに縛られた従来の価値観とか社会の抑圧に対する解放の言葉として機能したから現代まで残ってるってことなんだよね。そうか、あえてだからシェールは私がリッチじゃなくてリッチマンって言ったのはそういう理由だってことね。そう、シェールはだからまあ要するに今おばあちゃんぐらいの年齢なわけよ。だからそれが現代まで脈々とこう語り継がれてる。要するにポップアイコンが放った金言としてというか、それが今までついて、それをエスパーは今の自分たちにマッチすると思ってチョイスしてるというか。だからエスパーはもともとそういうスタイルとしてね、新時代のガルクラを追求して、まあ、自己肯定感とか自立心とかそのジェンダーを超えた強さとか自由を表現し続ける存在じゃん。だからそのエスパの豊かさとしてそのリッチマンにしたっていうのがまあそういうことなのかなっていう。そうか、アンチテーゼ的なタイトルでもあるのか。そうまあそれはエスパ自体がお金持ちだからこうパンと入ってくるわけじゃないんだけどあなたたちに言われてもねみたいなね。本当はそういうところはあるんだけど、まあ姿勢としてはそういうことっていうことですね。エスパのスタイルとしてはすごくマッチしてるやり方だし、だからこのテーマを全部ひっくるめて、それを反骨心の象徴であるカウンターカルチャー、レベルミュージックの象徴であるバンドサウンドで表現するっていうのは、まあコンセプト的にすごく計算されてるというかものなのかなっていう気はするけどね。でもさ、それを考えるとさ、まあちょっと話は戻るんだけどさ、俺マッドマックスっぽいって言ったじゃん、フューリーロードね。であれってさ、女性がメインの話なんだよね。だからそれを考えるとあながちそれを感じたっていうのは、俺だからマッドマックスはそういうフェミニズム的なメッセージが込められた映画だと思ってたんだけど、リッチマンに関しては、通じる部分があるなって、リッチマンっていうタイトルの今話を聞いて。結構だから俺はその意見に関しては通じる部分はあるなと思うし、感性としてもマッチしてるんじゃないかなと思う。いや、思ったより深いタイトルだったな驚いてる。まあその裏側が見づらいっていうちょっとノイズ的な部分はなくはないんだけど、だからこれが素直に受け取られるともっと称賛で埋まるかもしれないなとは思うんだけど、
だからまあすごく、まあ、計算されてるコンセプトだし、それをうまくまとめてるなっていう2ヶ月のスパンっていうことをもううまく利用してるし、まあそのエスパー含めて制作側は優秀だなっていうところがまあ透けて見えるというかね、そういう評価にはなるんだけど、だから今回のは結局、まあ今までのシリーズのその SMCU 的な冠としてはされてないんだけど、アメリカアルバムの派生として考えれば、ある種3部作というか、だからある種一区切りとも取れるエスパーの活動だったから、これが先行で公開されたんだけど、ライブでね、今やってるワールドツアーで公開されて、それのツアー名も中心っていう意味を使ってるし、まあそのエスパのこのある種一区切りとも言える段階でその中心を狙う、音楽界で言ったらアメリカが中心っていうことも考えるし、まあだからそのアメリカアルバムが頓挫したことで派生した今の活動につながってるっていうことをこううまく消化させてるっていうことが、まあで最後はこのド派手な映像でっていう、まあそれリップラッシュもダーティワークもまあド派手だったけどまあぶち上げ方として3部作の終わり方の見え方としてもまあ納得できる部分っていうのはあるかなとは思った。まあ実際にアメリカ進出はこれ自体ではしてないけど、これをだからうまく国内の看板に転換して、まあ、エスパーだけの花道を歩んでるっていうのが今の現状のエスパーだと思うんで、これを踏まえて非常に今後も楽しみだなっていうのが言える看板だったかなと思います。